ために。忠勝、絆とは本当に強く得難いものだな。豊臣を離れてなおそれなりの勢力として立てるのは、わしを信じついてきてくれた皆のおかげだ。しかしまだ秀吉殿や信長公、そして帝には抗えまい。彼らに打ち勝つためにはさらなる絆が必要だ。だからわしは各地に同盟を求めようと思う。険しい道となるだろうが手伝ってくれるな、忠勝。行こう。絆こそが人の救いであると示すために。徳川いるか。直虎殿、わざわざ来てくれたのか。まあな。で本田から聞いた件についてだが、私と手を結びたいというのは本気か。ああ、もちろんだ。直虎殿、あなたたちとの絆が欲しい。女地頭の武力が欲しいの間違いじゃないのか。男なんて所詮乙女を利用することしか考えてないからな。まああの本田が頭を下げてきたくらいだし、武田を倒すまでなら考えてやらなくもないわ。今はそれだけで十分だ。ありがとう、直虎殿。おーい、家康！刑事、来てくれてありがとう。会えて嬉しいよ。しかしまさかお前が進んで国長になろうとはな。まあこっちでもいろいろあってさ。お前こそ随分と大変だったみてえじゃねえか。ああ、わしはもう秀吉殿には従わない。それでいいんだよ。けどさ、一つだけ頼みがあるんだ。あいつと決着をつける時には必ず俺を呼んでくれ。刑事。直虎殿は忠勝のため、刑事は秀吉殿のため。それらはとても強く純粋な絆だ。だがわしはそんな思いをも利用しているのだろうな。国を、三河の民を守るために。力を覆す者が仲間という名の力であるならば、わしの求める絆とは一体何だ。力と絆、その違いはどこにあるんだ。わしが無数の友、絆を得たとして、一人きりの絆を持たぬ者に打ち勝ったとする。しかしそれは結局絆という力の総量で勝ったに過ぎないんだ。初めから分かっていたことじゃないか。絆の力で天下を進めると、そう掲げていたのだから。どんな計りにしろ数と力に恵まれし者が勝つ。その断りから誰一人として逃れられるのだとしたら、わしは一体何のために豊臣を離れたのだ。ああ、家康様、何かお手伝いいたしましょうか。ありがとう。しかし大丈夫だ。こちらは特に問題ない。そうですか。何か一瞬怖い顔してた気がして。何かあったら遠慮なくおっしゃってくださいね。なあ、太平の世に一番必要なものは何だと思う？って決まってるじゃないですか、家康様。我ら三河10万の兵、全ては絆の名のもとに。ああ、そうだな。そうだったな。忠勝、わしは己のなすべきことにようやく気づけた気がするよ。さあ頼むぞ。太平の世はもう目の前だ。絶対なる力の断り、
そんなものを人目にさらす必要はない。わしが封をしよう。そしてその罪を背負い続けよう。騙し、偽り、また演じ、誰一人として不安を抱かぬようになるその日まで。それがし徳川家康、絆の力で天下を統べる。みんな本当によくやってくれた。お前たち一人一人の心がこの太平をもたらしたんだ。だが本当に大変なのはこれからだ。ようやく掴んだこの穏やかなる時を300年の後にまでつなぐ術とは何だと思う？恐怖か？いや違う。それは血を凍らせ心を怯えさせるものだ。それでは力か？それも違う。力任せでは結局涙を流すものが出るだけだ。互いを信じ思い合おう。それがこの世を温める。そうわしらに必要なのは揺るがぬ絆だ。どうした忠勝、何かあったのか？そうか、豊臣軍が動き出したか。ならばわしも座してはいられないな。秀吉殿に会いに行こう。わしの答えと絆を解くために。それで忠勝、秀吉殿が戦わんとしている相手は？ね、松永だって。それは本当か？敵があの男だとすればまずい。一刻の猶予もない。刑事は今は呼び立てるだけのいとまもないか。行こうみんな。確固撃破にこだわるな。取り囲み押し進みながら潰していけ。これは驚いた。微笑ましい誤算だな。少々硬いが十分聞くには耐える音色だ。好きにほざくがいい。過去の残滓今よ拙き還元に突き動かされる我ではない。伝説の忍びに加えて家康君か。やむを得ない。これも僕の甘さが招いた結果だ。震わせてくれたまえ、このフクロウの大人き身よ。我に何を期待する。お前は所詮ただの残影、振り払うだけの存在よ。あの強大なる二つの力にわしは立ち向かえるのか。いや立ち向かうのだ。培ってきた絆で。その陣羽奪い返し目に物見せてくれよ。秀吉にその体たらくを見せるとは。面目なし。お前は確か北条殿の忍び。そうか、今は松永の手の者なのか。それでいい。気迫とはすなわち生きながらの死だ。わしは倒ったのだな。一つの絆をこの力で。豊臣の軍に
勝るものなどなし。悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに。秀吉を捨て求めた答えは得られたのかい、家康君。答えられないか。失望させてくれるものだね。待つな。秀吉殿と向き合うのはわしの役目だ。未だ明けやらぬ闘志か。そんな暇があるならば己が音色でも編んでいたまえ。刑事、すまない。秀吉殿にはお前と共に挑むはずだったのにな。青いもん家康か。再び相まみえるのをもうしばし後と思ったがな。ああ、願わくばわしもあと少しだけ考えたかった。聞け半兵衛、お前を失うわけにはいかぬ。慌てなくていい。時間はまだあるさ。まあ風魔と比べた私が愚かだったよ。行け家康君、力に回帰せし者よ。家康よ、今のお前に語るべき言葉などない。そうだな。そこで茶でも立てていてくれたまえ。私は今から響き合うのに忙しくてね。何と言われようとここであなたを失わせはしない。わしが答えを見出すにはあなたが不可欠なのだから。それが絆か家康。どんな状況だろうと策を信じて動くだけだ。我が軍の将までもが毒に侵されていようとはな。どうしてああも簡単に切り進めるんだ。羽織よ、確かに K は今を見据えているようだな。だが K の友人は必ずしもそうではないようだ。いい機会だ。 K も学んでいくといい。強きが弱きを虐げる、そんな偽りなき真理を。松永、それをする限りやはりお前は絆の敵だ。お前の歯の力感じるぞ。勝たねば何事も意味をなさぬわ。この一撃一撃が偽りなきわしの心だ。我は伏せぬ。二度とは茂られぬ。錦の羽よ、わしに勇気を。急げ。消え去るがよい。我がケーキ始まりのくさびよ。そうだな。最後の最後、素晴らしい共鳴だったよ。
三成、よいか。落ち着いて聞け。遠征先にて太閤の軍が壊滅したとの知らせが入った。なんだと。よう、いかに貴様とてその上限は許さない。まことの話よ。あいにくだがな。しかも戦場に足利以外の軍が攻め入った形跡がある。誰がそのような不遜な真似を。まさか家康。そう、なぜか居合わせた徳川のみが残り、今この地に迫りつつあるとくれば。嘘だ。秀吉様、秀吉様。行こうみんな。三成、秀吉殿が倒れ、まず思い至ったのはお前のことだった。嘘だ。私は信じない。秀吉様が、半兵衛様が討たれたなどと。三成様。私には共に戦う両手がある。故に貴様らなど敵ではない。まずは小手調べよね。我も一つ博打としゃれ込もう。春はこやつよ。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近入ります。家康、あんた本当にやっちまったのか。三成様にとって一番大事なものを奪ったのかよ。その様子では何も伝わっていないらしいな。左近、この上お前までもが倒れたなら、さらに三成は心震わせるのだろうな。家康、あんたそうかよ。だからそういうやつだったってことかよ。あんたには罰を当ててやる。俺の命に変えてもよ。悪いがそうはいかない。その命、その魂、三成のために使わせてもらう。せめて我らだけは三成様と共にあろうぞ。このままあれが生き絶えれば、三成は、我は。左近、罰ならばわしが好みで受け止める。そうよな。次なるは死の霧なぞ見舞おうてやろう。大谷殿、それは使わぬと申されたはず。
らに義はあるのか。これも我に注ぐ不幸よ。三成、すでに敵がこの世にいないと知れば、お前はためらいもなく準ずるだろう。たとえどんなに微力だろうと、俺だって豊臣の力だ。高津風とて切り伏せるのみだ。秀吉様のように。さて真田、我とのちぎり守ってもらおう。大谷殿、承知つかまつった。この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田に真田あり。いざ日の元にこの雪村あり。下がられよ徳川殿。今の石田殿は戦える状態にはござらん。ああ、三成ならばきっとそうだろうな。ゆえに今だけはお引き取りいただく。今だからこそ会わねばならないんだ。真田、邪魔立てするならばお前とて容赦しない。さすがは三河の虎。お前もな、甲斐の虎。なんというおぞましき殺気。徳川殿、忌むべき国庫となられたか。今のそなたをもう一人の虎と認めはせぬ。ああ、それでいい。わしはもう虎ではない。ただ一人の罪人だ。まだだ。親方様の風林火山にはほど遠い。はや分け目か。このほころび、我が作ろうてやろう。おお、来たか。主も見やれ。天外に咲くすみれ色の星を。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。
蹂滅しろ。他には何も望まない。承りますれば。行部、その様子だとあらかた察しているのだろうな。憶測だがな、改めて言う。主は底抜けの偽善者よ。わしはただ最も利く手を打とうとしているまでだ。わしの首よりもお前の支えよりもずっとな。徳川よ、主は変わった。どちらにせよ好ましいとは思えぬが、太閤と賢人はどのような顔をしていった。安らかとはいかなかったな。所詮は道半ば、満ち足りてなどいなかっただろう。さようか。憎しみを否定したわしが今憎しみに頼らんとする何がいけなかったんだろうな、忠勝。主のためには命もいらぬか。健全よな。皆の者、それがしと共にこの地に骨をさらそうぞ。真なる武田をとくと見よ。真田が槍にてとくと見よ。お気をつけくだされ。奴ら尋常ではありませぬ。これが秀吉様と半兵衛様の作り上げた軍だ。もはや貴様の命一つでは飽き足らない。遠からん者は音に聞け。近からん者は目に物を見よ。手負いが虎の恐ろしさご覧に入れよう。そなたとの決着がこのような形になろうとは。すまない、真田。だがわしはもう選んだんだ。行部、お前を手にかけはしない。その後のしるべとなれるのはきっとお前だけだろうから。我すらも利用するか、徳川。我もまた憎むぞ。今のわしらを愚かしく思うか、秀吉殿。いずれそちらに出向いた時には叱ってやってくれ。貴様、これよりの暴虐私が許可しない。おのれ、秀吉様の尊き軍をよくも平和下がれ。奴は私が冥府へと送りつける。お主ら、そのような及び腰で戦は務まらぬ。この地表のいずこにもあの息吹が感じられない。家康、私はただ肌寒いんだ。三成、答えろ家康。貴様なのか。貴様がこの世から秀吉様を奪い去ったのか。
ああ、間違いない。秀吉殿はこの手でわしが撃った。家康、家康、何が貴様をそこまで愚劣に動かした。絆の世を得るためには秀吉殿が邪魔だった。何のことはない。ただそれだけの話だ。そんなことのために無縁の戦場に割り込んでまで。秀吉殿とて所詮は人の子だな。一度奇襲を成功させれば無防備この上なかったよ。なぜそんな忌むべき配役の気を絵にすら浮かべて語れるんだ家康。秀吉殿よりわしの力が勝っただけだ。わしを責めるのはお門違いだとは思わないか。貴様がそれ以上秀吉様を否定するな。私は恥じる。三成、残念だがこれでお別れだ。貴様、悪いがこれ以上お前に費やす時間はない。来い忠勝。待て家康、行くな。なぜ私を殺さない。家康、いつか必ず貴様を殺してやるぞ。わしを憎め三成。わしを恨み生きてくれ。どうした忠勝、何をそんなに慌てて。何、甲斐武田軍が動き出したって。そうか、分かった。我が師信玄公が動いたか。だが今一番に備えるべきは豊臣だ。武田ともいずれ決着をつけねばならないが、秀吉殿を前にして脇を晒していいはずもない。忠勝、すまないが直虎殿に伝えてきてくれないか。今からわしは甲斐へと赴く。だがそれは徳川として今しばらくの停戦を求めるため。断じてあなたの意志を軽んじるつもりはないと。行こうみんな。甲斐武田が主、偉大なる信玄公よ。先にお伝えした通り休戦の儀を結びたい。豊臣にこうするためか。常ならば情勢を見定めておるとどうするところじゃ。さすがは三河の虎。お前もな、甲斐の虎。雪村よ、三河の大将にして死者、その魂を見定め。この雪村にお任せあれ。大丈夫かね。相手が相手だし気負いすぎなきゃいいんだけど。なぜそのようにこわばった顔をされるか徳川殿。この場の流れいかんでわしらの行く末も決まるんだ。礼を失してすまないが理解してほしい。いいな。今の徳川殿は他の何かに苛まれておられる。そのように
惑う瞳のまま行く貴殿などもう一人の虎であると断じて認めはせぬわ。出直せ雪村。不甲斐なし。熱くなるでない雪室。この未熟者が。申し訳ございません親方様。徳川殿、この勝負ひとまず終わっていたす。我が師と真田、目もくらむような絆、そして力だ。あなた方はすでに答えを見出しているのだろうな。皆の者、今一度気合を入れ直せ。愛すみませぬ。ついてないね。そういやいつかもこんな風に挑んできたっけね。頼ってばかりじゃいられねえってあんた一人でさ。正直なとこ言っていい？あん時も思ったけどさ、戦国最強込みの方が強いと思うよ、あんたの場合。なんていうか今のあんたは目に力がないんだよね。親方様と向き合いたくない理由でもあるんじゃないの？お前は本当に恐ろしい忍びだな。たった今身をもって知ったよ。いざ尋常に。もう終わっておっただと。これも長らく違う。いや、心をためていた反動か。ちょんまげが足りなかった。ま、あんたが何を思うがどうだっていいけど、あんま大将を刺激しないでほしいもんだね。勇壮な力知る我が師。あなたはそれをどういったものと捉えている？そりゃ敵方も動揺したくはなるよな。負けられぬ。真田、お前にとっての絆とは力か？無論親方様や佐助皆の間で巡りゆく尊き力にござる。お前は恐れないのだな。力を宿し罰すること。民よ、皆を守るためであれば何ら問題なし。力強きは大地のごとく踏みしめることを恐れはせぬ。侵略すること火のごとく。皆の者、進軍せい。見ていてくだされ親方様。主人公無敵なのに。出直せ雪村。不甲斐なし。真田よ、確かにお前こそが真なる虎の跡継ぎだ。こうして下しておきながら情けにござるか徳川殿。力と絆は等しきもの。要はその使い道。それがあなたの教えなのだ、我が師。あなたの言葉にうなずけばわしは楽になれるだろう。だがそうできないだけの理由があるんだ。深き工事に足を取られたか、三河の。雪村様のようにただ前に前に前に。親方様が壊された。出直せ雪。初めに言おう三河。お主の意志も選択も決して誤りとは思わん。信玄公、無数の考えあってしかり。まずは己を誇るがよい。
風林火山、それは兵法のみの教えにあらず、己の志、そして民の心にも通ずると知れい。はい、親方様。三河、以前単身わしに挑んだことがあったな。配下にふさわしき主になると、そう友のためを思ってじゃ。お懐かしい話です。そして見ての通り、わしは一人でも立てるのだ。徳川殿、やはり今のそれがしはそなたを認められませぬ。そうか、お前にしてみれば無理もないと思うよ。一人立つことは確かに強さよ。じゃがな、誰かと立てぬことは弱さでもあるぞ。それはわしの言葉で納得できぬならば、今一度友の声に耳を傾けるもよかろうと。忠勝か。我が師よ、今のわしではまだ答えを出せません。願わくはあとわずか、火として目覚めしその果てに。そうでなくてはのう。惑い目覚めい、心に光抱きし者よ。みんな手を出すな。ここはわしに任せてくれ。光を溶かせ、誠を閉ざせ。ちょっといいの、姉さんがものすごく息巻いてるっぽいんだけど。なんだって。全ての敵はわしが追う。これもわしの咎か。忠勝はまだ戻っていないか。今頃直虎殿を必死になだめてくれているのだろうな。あいつはいつもそういうやつだった。頼んだことはもちろん、そうでなくても必死に気を回して、そんなあいつに負担をかけ続けたくないと願ったのも、強くなろうと志したその理由の一つだったな。と物思いにふけっている場合ではないか。今忠勝が苦しんでいるなら、それは確実にわしの責だ。直虎殿とも腹を割って話さねばな。彼女が不服を訴えるのも無理のない話なのだから、まだどんな答えを出せばいいのかはわからない。だがわしは忠勝、わしはこの足でお前のもとへとたどり着く。行こうみんな。徳川、よくも私を出し抜いてくれたな。待ってくれ直虎殿、決してあなたをないがしろにしたつもりはないんだ。一時的とはいえ和平を求めたなら同じことだ。お前に強調している私も手を出せなくなるじゃないか。立ち向かってやられるか、逃げて直虎様に叱られるか。
男衆を当てにした私がその償いは必ず。来るべき戦の折にはあなたを支えると約束しよう。そんな言葉を信用しろっていうのか。あの虎を撃つ機会私に譲るとは思えないぞ。確かにわしは信玄公に強き念を抱いている。だが一度仲間と交わした約束を裏切ったりはしない。どうせ今回だって休戦など口ばかりだ。本当はただ教えを請いに行っただけじゃないのか。直虎殿、なぜそんなことを。忠勝から何か聞いたのか。徳川、本当にお前はあいつくらいに大バカだ。見てろ、直虎様に言いつけてやる。また男衆は直虎様や私たちに頼ってばかり。もうみんな直虎様のごとく吠えるのです。えりゃーみんないよいよ追い詰められちまったな。直虎様、負けても怒らないでくださいね。忠勝は今どうしている。使者としてこの地を訪れたはずだ。さあな、もうお前には愛想が尽きたんじゃないのか。そうか。だとしたらそれも当然だと思う。見ていてくださいまし、直虎様。参る。光をこかせ、誠を閉ざせ。徳川、お前は何も分かっちゃいない。頼られなかった本田の辛さ、私の剣で思い知れ。忠勝の辛さ、詳しく話してくれ直虎殿。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。本田はお前に相談してほしかったんだ。お前が抱え込んだものを共に背負いたかったんだ。そうか、やはりそんな風に思ってくれていたのか。まったく忠勝らしいな。忠勝にそれらを預けるわけにはいかなかったんだ。あいつはもう十分すぎるほどに背負ってる。忠勝、本田、そうだ、お前の意志をそいつに伝えてやれ。忠勝不思議なものだ。わし以外の者と組むお前を見る日が来ようとはな。怒りだ。やはりお前は大きいな。今も昔も変わらない。変わってしまったとしたらきっとわしの方だ。わしは強くあるためにお前に甘えるのをやめたんだ。ここでもわしはやり方を間違えていたのかな。忠勝、わしはもう引き返さない。どんなに昨日を思おうとこの場所から降りはしない。どこまでも不器用な連中だ。
今のは意地を張るのもその辺にしておくんだな。意地か。そうだな。わしはずっとお前と共にあったのだものな。忠勝、わしの本音を聞いてもらえるか。あの日のようにもう一度わしの話に付き合ってくれ。